こんにちは、ももよです。こんにちは。はい、今日はね、目覚めに関する、とっても大切なお話で、なんか気になるなと思う方は最後までこの動画を見てください。今日目覚めに関してお話しするのは、目覚めたいなって思う方を少し増やさなきゃいけないっていうメッセージが実はずっと来ていて、私の方でどうするといいかなっていうのをいろいろ考えた中で、動画に出すのも一つということで、今日は皆さんにお話をするんですけど、目覚めたいなって思ってくれる人たくさんいるんだけど、実は目覚めたいというのも、すごくいいんですけど、それよりも私たち目覚めていかなきゃいけないんですね。で、じゃあ目覚めないとどうなるかっていう皆さんを怖がらすわけではないんですけど、目覚めていかない、眠ったまま、つまり意識の次元上昇が起きないんですね。目覚めた人っていうのは何が起きてるかっていうと、意識の次元が高まっている状態っていうことなんですね。目覚めてない、眠ったままの人、意識の次元が低いままなんですけれども、この状態っていうのはよからしくない存在というのがいて、よく私この動画でも言うんですけれども、眠り薬を撒くような存在、皆さん目覚めてはいけませんよ、眠っててください、私たちがコントロールしますからという存在がいます。はい、その存在たちのいいエネルギーになります。この人たちは眠った人たちのエネルギーを吸って生きているっていうことを覚えておいてください。眠ったままだとどんどんその人たちにコントロールをされて、意識のコントロールもされて、自分が誰なのか何なのかも分からなくて、恐怖心をどんどん煽られて、そしてそのエネルギーを食べられてしまう。おとぎ話のような話ですけれども、そういうことです。嫌です、エネルギー食べられるのなんて嫌ですっていう方は、ぜひ今日の動画を最後まで見てください。じゃあ皆さんが一番疑問に思うのって、どうやって目覚められるのっていうことですよね。もう一番手っ取り早いのは、桃代さんのセミナーに来ていただくことです。ですがこれは安いものでもあります。昔は目覚めるっていうのは呼ばれるっていう風に言われて、何者かによって呼ばれる、つまり目覚める時が来たから呼ばれる、目覚めたいから目覚めていくっていうような言い回しはなかったんですね。でも皆さんもよくお分かりの通り、今このプラネット地球は大変な危機を迎えているし、いろんな変化の時期でもあって、本当に人々が大急ぎで意識の次元を高めていかなきゃいけない。意識の次元を高めるって何だろう。それは人々が人間性を高めるということであり、自分の真の愛を取り戻す、人間性を高めるとか真の愛を取り戻す、これらは全部目覚めの中に含まれると言ってもいいんですね。で、なぜ目覚めていかなければいけないか。私たちが個を飛び越えて人々と完全につながって力を合わせて生きていかなきゃいけない時代だからなんです。そうでないとこのプラネットで生き延びることは難しいと思います。でも個を飛び越えて自分以外の人を自分のように考えるって、これは目覚めていないと少し難しいんです。やっぱり人間は自分が大切で、自分のことが一番大切で、次に大切なのは自分の家族でみたいなマインドを持ってしまっていますから、当たり前の話なんですけれども、でもそうじゃなかったんだな、私もあなたも一つだったんだなっていうことを思い出すことによって、自分以外の人も自分と同じように考えられるようになる。だから力を合わせられるようになるんですね。さあ、このコーリング、呼ばれるということではなくて、今皆さんがもう自分でどんどん目覚めていかなければいけない。つまりは全ての人がもう呼ばれているんだよっていうような状態にあると思っていただけると分かりやすいと思います。じゃあ自分の力で目覚めていくにはどうしたらいいか。2つあります。皆さんができること。1つ目、龍に触れてください。龍には人を目覚めさせる、そういった不思議な力があります。いや、私は龍に触れることなんてできない、わからない、そんなことはありません。皆さんの魂は龍に触れたことがあるんですね。龍に触れたことがある自分を思い出すだけでいいんです。最後、皆さんのマインドありますね。いろいろ考える頭の中にあるもの、すべて諦めるように努力してください。私の夢って叶うのかな、目覚めたら私が欲しいものって全部手に入るのかな、目覚めたい、そのためにどうしたらいいんだろう、
こうすればいいのかな、こうするべき、そう思っているマインド全て諦めてください。消すんじゃないんです。捨てるわけでもないんです。マインドが叶えてほしいって感じることを全て諦めてください。マインドを諦めたところに本当の私たちがいるからです。マインドが言っていることの奴隷になっている限りは目覚めることは難しいと思います。皆さん、マインドはすごく私たちに真実かのように話してくるんですけれども、マインドっていうのはマインドでしかなくて、これは架空なんです。皆さんの頭の中にだけ存在するんです。真実ではないんです。どんなに恐ろしいことも、どんなにリアルだって感じることも、全部皆さんの頭の中にだけしかないんです。諦めたところに目覚めた自分がもう存在しているんです。そして目覚めた存在と目覚めた存在が生きているこの世が広がっています。じゃあ目覚めた存在の本当の私たちが生きている世界、どんな世界なんでしょうか。私たちが叶えたいと思ってた夢は全部叶っているんでしょうか。欲しいと思ったものは全部手に入るようになっているんでしょうか。答えはイエスです。マインドが叶えたいと思った夢、欲しいと思ったもの、これらを全部諦めたところにある本当の自分、この本当の自分はマインドが欲しがったものを全て持っています。本当の自分、この世は無限だって知っている自分なんです。全ては自分の意図でこの世が成り立っていることを知っている宇宙の自分そのものなんですね。本当の自分はこの世を創造している方の自分なんですよ。ですからもちろん欲しいものは何でも手に入るでしょう。やりたいことも全て手に入るでしょう。だけど目覚めた自分に出会った時はそんなものどうでもいいと思っている。そこがこの世で生きることの一番重要なことでないということも知っている自分です。きっと多分もっと他に興味を持っているはずです。この肉体を持ってでしかできないことがたくさんあるな、この目覚めた意識でできることがあるな、自分以外の人にこの力を届けたい、自分以外の人に意識が働くようになっている、これが目覚めた方の自分です。目覚めてないより目覚めている方が幸せなんでしょうか。これもよくある質問なんですけれども、答えはイエスです。絶対に目覚めている方が幸せです。だって自分で人生が作れるんですよ。目覚めていない方の自分はコントロールなんかできるわけがない人生を一生懸命コントロールしようとして時間とお金と労力を常に浪費しているんですね。目覚めていない方の自分は何一つコントロールなんてできないんです。必死にもがいて何か一つもしかしたら手に入れることができているかもしれないんですけれども、何の不思議な力も働かない、何の不思議な存在も存在しない世界で、自分だけががむしゃらに必死で自分の人生をコントロールしようと思い描いた人生にしようともがいている、とっても辛い人生ですね。目覚めた方の私、人生は全部自分で想像できる、そんな風に思っている私に出会うでしょう。そしてまた一方で、人生は何一つコントロールなんかできることがない、 100% 完璧に自分に必要なことが勝手に起こるようになっているという風な、この相反する2つの感覚を両方持っている自分に出会うことですよ。皆さん、私たちはいつでも目覚められるんです。もう目覚める準備はできているんです。あとは皆さんが自分のマインドを諦められる、そして出会ったことがある輪に出会う。今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、チャンネル登録もお願いします。また会いましょう。バイバイ。